それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはお日様シリーズです。お日様とあなたの相性、お日様からのメッセージ、お日様はあなたのことを認知しているのかどうかというのをテーマに見ていこうと思います。こちら認知していた場合どんな印象を持っているのかっていうところまで見ていきます。もし認知していない、まだしていないよっていう場合だとしたら、どうすればもっと見てもらえるようになるのかっていう具体的なアドバイスをもらっていこうと思います。ではよろしくお願いします。まず最初にお日様とあなたの相性を見ていきましょう。お二人の相性はどうなのか、こちらタロットでもらっていきます。その後に認知しているのかどうかっていうねところもねもらっていこうと思います。そして最後にお日様からのメッセージももらっていきます。まずは相性ですね。こちらがあなたです。はい、こちらがお日様です。はい、こちらはあくまでも相性で見ているので、認知しているしていないとか関係なく、純粋にお日様とあなたの人としての相性っていうところをもらっていってます。そうですね、そのお二人とも繊細な方なのかなっていうのが入ってきています。あなたの方がマイペースっていうのがね入ってきているかな。お日様は繊細な方ですね。これを見ているとソードの3番なので、なかなかこう頭脳プレイ派なんでしょうか。そうですね、心をうまく表現することができない、苦手な方っていうのがあります。それは活動しているからっていうのも関係しているかもしれないんですけど、もともと自分が甘えるのが苦手だったり、弱みを人に見せるのが得意ではないのかもしれません。弱い、悩んでいたりとか弱ってるところを人に見られるのが好きじゃない方なのかもしれないですね。でも心の中はすごく繊細な方っていうのが入ってきます。あなたの方は可愛らしいなっていうのが入ってきます。これ見てる方は男女問わずなんですが、いろいろなことを考えているよっていうカップの7番が入ってるので、そうですね、お日様とのことを思い描いては、ああいう風になれたらいいなとか、もし友達になったらどんな風になるんだろうとかっていうことをねよく考えているよっていうカードなので、これを見てると可愛いなっていう風に思います。いいですね。それがねあなたの魅力でもあると思うんですね。だからお日様から見たらあなたって可愛らしく映るんじゃないかなと思いますね。そして2人をつなぐものとかっていうところももらっていくんですけど、これは何かね今ここから感じるのは相性で見ているので、相性としてはいいんですね。よくて、で相性じゃないところで今ここで伝わってくるのが、今動き出すよ、そして今2人の関係がより良くなっていくというか、今いる仲良し度からさらに仲が深まっていくよっていうようなことがメッセージとして伝わってくるんですね。だから自信持ってとか、自信持ってって何にって思うかもしれないですよね。だけど期待してっていうよりは、今この波に自分で乗っていこうって思っておいてねって、このお日様から何かアクションが来るとかじゃなくて、何かのタイミングがやってくるからって、だからそれを積極的に自分で取り入れていってねっていうことが伝わってくるんですね。何かを待っていてチャンスがやってくるかもしれない、今だと思った時にすぐ飛び乗っていけるような準備しといてっていうのがメッセージとして伝わってくるんです。あとよそ見しないでねっていうのが伝わってくるので、何か今お日様からの強いメッセージが入ってる可能性があるなと思いました。純粋に相性だけで見ればお二人の相性いいと思います。あとはこのお日様のそうですね、もともと持ってらっしゃる部分っていうんでしょうか、弱いところをいかに
支えていってあげられるかどうかっていうようなところなんじゃないかなと思います。でも2人がタッグを組めば最強なコンビになれるぐらいのね力があると思います。なんかね、お日様を癒す力をあなたは持ってると思うので、あとは何かね、あなたが今見ているところじゃないところに目を向けた時に、今までとは違う関係性というかチャンスが巡ってくる、ステップアップするようなことが出てくるんじゃないかっていうメッセージが今入ってきました。ということで、次はお日様から認知してもらっているのかどうかなっていうところ、そしてもし認知してもらってるんだったらどんな印象を持ってもらってるのか、もし認知していなかった場合はどうすればもっとね近づいていけるのかっていうアドバイスもらっていきましょう。まずは認知してもらってるのかどうか、あとお日様からの強いメッセージっていうのを感じますね。もしあなたが今お日様以外にも気になる方がいるとか、あと人じゃなくて出来事ですね。例えばお日様応援してるんだけど今自分の身の回りバタバタしているっていう方だとしたら、何か集中してねっていうメッセージが入ってきます。まずは認知してもらってるかどうか見ていきましょう。カップのキング、はい、認知してもらっています。はい、では早速ねこの後も続けて見ていこうと思います。どんなイメージを持ってくださってるのか、どんな印象を持ってくださってるのか、ここを少しねもらっていきます。伏せた状態で3枚ほどもらっていきます。はい、こうですね。で、あとはオラクルカードからももらっていこうと思います。こちらのねオラクルカードからも今あなたはお日様にどんな風に見えているのかね、認知されてますね。バッチリされてると思います。少し離れているかなっていう印象も受けるので、例えばですね、ライブや講演会とか直接顔を見て話すような機会があまりなくて、ライブに行ったとしても少し席が遠かったりとか、そもそも住んでる場所が少し遠いとか、海外の方お日様かもしれないし、距離を少し感じますね。あとはそのネットとかコミュニティの場所っていうのはいつも参加してるんだけど、でも実際住んでる場所離れてるなとかね、そういうところが少しね感じられますね。じゃあ早速印象をねもらっていこうと思います。はい、では見ていきましょう。まずそうですね、少しねカードを出させていただきます。このように見ていきましょう。まずタロットが、デビル、ソードのクイーン、ソードのテンと入っています。そしてここねフォーカスのカードなんですね。焦点を当てるっていうカードで、まず一つ印象として入ってくるのが、お日様のことをすごくあなたが応援している、長くずっと見続けている、見つめているっていうのが入ってくるのと、あなたの顔をもし知っているのであれば、この鋭い目線っていうことで瞳に特徴があるとか、いつも自分のことを見ていてくれるなっていう強い印象を持ってくださっています。はっきりと認識してくださってるし、あなたが温かく応援してくれてるっていうのも伝わっていますね。いつもコメントを送ったりメッセージを送ったりしてるのも見ていると思います。そしてあとはですね、ここね焦点を当てるっていうカードが入ってきていて、先ほどねお日様が伝えたいこととしてもメッセージ伝わってきたんですけど、何か何かに集中してっていうことが入ってくるんですよね。それはお日様のことに集中してかもしれないしね、他にも気になる推しいるんだよねっていう方もいるかもしれないから、自分だけ見てっていうようなメッセージかもしれないし、でも何かそれよりも強く感じるのは、今のあなたの状況、その推し活一本で今いられないような心だったり状況をバタバタしていたりとかするんじゃないかなって。なので何かに集中してっていうのがメッセージとしてずっと入ってくるんですね。印象としてはあなたははっきりと認識してもらってるし、瞳に特徴があるんじゃないかなって。あとその品があるっていうのも入ってくるんですね。あなたがはっきりと映ってきてるので、例えばですね、
アイコンが色合いがパキッとしてるのかもしれないし、本当にあなたのお顔そのものをもうすでに見ていて覚えていらっしゃるのかもしれません。それはねもう入ってきています。そしてあとはここですね、何か悲しいことがあったんじゃないのかなっていうのが今お日様から見たあなたの印象として入ってくるんですね。何かショックなことなかったってそれを心配していたりとかっていうのがねすごく入ってくるんです。あなたについての印象の中になんかバタバタしていて、今あなた自身が困っていないとかでしょうかね。そっちの方が強いんですけど、じゃなかったとしたら推しがたくさんいるとか、でも自分のこと見てほしいってことを言ってるのかもしれないなっていうのは入ってきますね。あと何かこう揉めていたりとか、あなた自身の心が痛むようなことが最近あったんじゃないかなっていうのを気にかけていますね。でそれ以外の印象で言えば、やはりあなたのことをはっきりと認識していて、そしてあとはですね、あなたのそのパーツ、体の部分っていうところを見ているっていうのがあるので、あなたが例えば推し活で自分の体の一部分と一緒に、ライブ行きましたとか、こう聖地巡りしましたっていうことでぬいぐるみを持って手を撮影していたりとか、あとあなたの描いたファンアートを見ていたりとか、体のどこかしらの一部分、ファンアートの作品を見るというよりはあなたの体の一部分を見ていたりする可能性が高い。でもう一つはやはりファンアートですね。こう作品を作っていたり、推し活をする上でなんかグッズを集めて撮影していたりとか、そういうところ、あとファンとのつながりで今日ねこう集まりがありましたよっていうことで写真をアップしてるのを見ている可能性もあります。この推し様ね、かなりこう鋭い方っていうのも入ってくる。勘の鋭い方、あなたもそうなんですよ。なのでこう何かこう惹かれるものがあるんじゃないかなって、それを表に出してる出してないっていうのはまた別の話なんですけど、認識はしていますね。でも推し様とそのファンであるあなたの関係性っていうのがあるので、あなただけを特別にひいきしてるのかって言ったら、それはねその推し様によって変わってくるかもしれない。目に見えないサインとしてあなたに何かを送っている方もいるかもしれないなっていうのがありますね。あとはあまり表にならないように、揉め事にならないように、表向きファンとして平等に見ていますよっていう体で、心の中では認識してる、〇〇さんだ、またこのファンアート書いてくれたんだとか投稿してくれたんだっていうところをちゃんと見ていると思います。とっても魅力的でカリスマ性があるっていうのが推し様からの印象です。魅力的な方っていうのが入ってくるんですね、異性として。で同性の異性を推しているっていう方だとしても、その同性としての魅力、あなたのことを見ていて多分ね顔を知ってるとか、体、手とか足とかファンの集まりとかの写真見たりとかしてると思うので、たとえファンアートだったとしてもなんかすごい作品作ってるなとか、実際にこの写真投稿してるのを見ていいなっていう風に思っていると思います。はい、ではこの後ね、お日様認知していてあなたへの印象っていうのを見ていったので、お日様からのメッセージもらっていきましょう。今あなたに伝えたいことです。はい、太陽のカード、そしてオラクルカードからももらっていきます。はい、こちらですね。結構推し活長いことされてるとか、この推し様を応援し始めて長いとか、あとその推し様の応援するために、遠出してライブに行ったりとか、お金をかけているっていうのも入ってくるんですね。あと情報を集めてるので SNS のチェック欠かさないよとかっていうのも入ってきています。では見ていきましょう。お月様のカード、太陽と月、そして、マーメイドのカードですね。こちらのカードはじっくりと物事を考えてくださいっていうお日様からのメッセージです。何か時間を使って今あなたが自分自身のために時間を割くとき、自分自身のためにっていうのが入ってきますね。何かやはりあなたの
なんだろうな、こうリズムというか、なんかバランスですね。何か悲しいことあったんじゃないのかなっていう風にね伝わっています。なんか不安に思ってることあるんじゃないかなとか、それはお日様とあなたとの間ではなくて、あなたの今の生活とか推し活以外のことで悩んでることとか悲しんでることあるんじゃないかって。あと心身のバランスなので、今その心がね弱っていたり不安定になっているんじゃないか、悩み事あるんじゃないかっていうのが伝わってくるんですよね。何かこう心配しているよっていうのが入ってきています。あなたがそうですね、自分の癒しのために時間を取るのかな。もう少し考えて自分のために時間を割いてね、考える時間を作っていくと何かが開けるよって、良いから晴れるとか、そういうことをお日様が伝えてきてくれてるっていうのがある。あなたのことをとにかくすごく心配しているっていうのがあります。なんかこう見えているんじゃないかな。あなたの言動とか投稿とかを見ていて、何かを心配するようなことがあるのかなと思いました。それがこう当てはまってるよって方はそのままお受け取りいただくといいんじゃないかと思います。で、全くね自分の私生活のこと投稿していないしって、推し活の専用のアカウントでやっていますっていう方だとしたら、そうですね、今お日様があなたに伝えたいことっていうのは安心してほしいっていうことです。例えば推し活をしていて不安に思うことや、お日様に対して疑問に思ったり見えないなって思うことがもしあったとしたら、それはいずれ解消するから、ちょっと時間かかるかもしれないけど待っていてほしいっていうことですね。そしてお日様から徐々にエネルギーがあなたの方へ向けられていくので、ゆっくりとでいいからそれを受け取ってほしいんだっていうこと。太陽のカードが入ってるから幸運なことが訪れるんじゃないかなと思っています。天気とも言えるかもしれない。ライブのチケットに当選してそれがとてもいい席だったとか、お日様から近い席とか、オンラインミーティングに当選したとかね、ラッキーなことがあるんじゃないかというのが伝わってきます。その嬉しいことのために今あなた自身の落ち着かない気持ち、そわそわしているところとか、その部分を見直しかけて整えておいてねっていうメッセージかもしれないし、いずれここ明るい未来っていうのが待ってるから、それまでねじっくりと待っていてねっていうこともメッセージとして入ってきますね。何か直感っていうのがここ共通して入ってくるので、もうなんかサインを受け取っているような気がするんですよ、お日様からの。それをそのまま受け取ってもいいよっていうのも入ってきますしね。どうでしょうか。あともしね時間使いすぎていて生活バランス乱れてしまったっていう方は、今整えるタイミングだよって。推し活に熱が入っていて夜遅くまで見ていたりとか、夜更かししちゃったりとか、あとご飯食べる時間をやめてとか、食費を削ったりとかして推し活に投資している方、時間とかお金に投資している方っていうのは今見直すタイミングがやってきてる。だから最近までお日様が忙しかった、活動的に動いていたお日様がいて、ようやく今一段落ついて1週間ぐらいゆっくりできるなっていうお日様もいるかもしれない。そのお日様の活動に合わせてあなたも今一度休憩取る時なんじゃないかっていうメッセージも入ってきています。何かねしっかりと認知してるし、はっきりとあなたの姿、もしくはファンアートだったりとか、あなたが推し活してる様子っていうのちゃんと届いているし、熱意やあなたの推しに対する愛情っていうのも伝わっているから、それはすごく嬉しいなっていう風に感じてくださっています。ではね、こちらのお選びいただいたオラクルカードからもメッセージをもらっていきましょう。これ Meant to be、 あなたの気持ちに従いましょうというメッセージとともに、イエスっていうメッセージも入ってるんですよ。イエス、はいそうですよって。あなたが何かそのお日様に対して気になること、疑問を思っていること、質問を思っていること、お日様どう思ってるんだろう、私のこと認知してくれてるのかなかもしれないし、何か特定のメッセージをあなたがお日様に送ってるかもしれない。そのことに対してイエスっていう返事が返ってきてるんですね。
あとは自分の気持ちに従ってください、直感に従ってくださいっていうことなんです。直感っていうことで何枚か関係するカードが出てきたので、今あなたの直感が研ぎ澄まされているところなんだと思います。だからこのタイミングをキャッチする時が間もなくやってくるから、整えておくこと、準備しておくことっていうのが今入ってきてる。なんか嬉しいことが近々訪れると思うんですね。なのでね、そのために何か蓄えるとか、英気を養うとか、生活を見直して体力つけておくのかもしれないしね、なんか準備しておいてっていう風にメッセージが入ってきていました。こちらぜひお受け取りください。今回はお星様シリーズ、あなたとの相性、そしてあなたのことを認知しているのか、そしてお星様からのメッセージをお届けしていきました。これからもお星様シリーズ、月に1回ほど投稿していきますので、また来月もお楽しみいただけたらなと思います。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはお星様シリーズです。お星様とあなたの相性、そしてお星様はあなたを認知しているのかどうか、もし認知していると出た場合はどんな印象を持っているのかっていうのを見ていきます。まだ認知していないよっていう結果になった場合はどうすればもっと見てもらえるのかなっていうメッセージをもらっていきます。そして最後にお星様があなたに伝えたいことをもらっていきます。よろしくお願いします。早速タロットカードを使ってお星様とあなたの相性をもらっていきます。2人はどんな相性なのか見ていきましょう。まずはあなたの方ですね。カップの9です。で、お星様カップの10ですね。すごく相性がいいと思います。そして助教皇のカードとペンタクル4番のカードです。はい、すごくいいですね。その今大切に思っているお気持ち、そのまま持ち続けてください。そしてその抱いている気持ちがより豊かなものを引き寄せていくことになるでしょうって。そして推しシリーズをやってるのでグッズ集めたりとかしていませんか？あとは推し活に時間やお金を使っていらっしゃると思うんですね。それね、すごく大切にしてくださいって、すごく嬉しいよっていうお星様のメッセージも今入ってくるし、2人の相性がすごくいいので波長が合うと思うんですね。カップの9と10です。2人がいればより喜びが倍にとか、嬉しいことが増えるとか、お星様を見ているとすごく癒されたり楽しい気持ち、心が満たされるっていう思いになるんじゃないんでしょうかね。だからこその推し活なんですが、お星様もね、同じようなことを感じると思います。もし2人が実際にリアルでお友達とか知り合いになった場合にめちゃくちゃ気が合うっていうところですね。あなたがお星様の気持ちを満たしてあげられるような存在だし、逆もまたしかりっていうことで、2人でね、何か叶えようとか仲良くなりたいとか、一緒にいて同じ時間を過ごしてその中で見つけられる喜びとか、お互い感じられるよっていうのが出てくるので相性バッチリですね。そしてもしリアルであったらあなたのことをいいなって思うと思います。お星様が、好みのタイプってことですね。はい、それは外見なのか内面なのか、でもどっちもかなっていうのがね入ってきますけど、より内面っていうところがね魅力がいいなって思うんじゃないかな。性格が好きとか、外見ももちろん好きだけど、あなたの考えだったり楽しそうにしてるところだったりとか、美味しそうに食べてるところとか、あなたが感じてるところがすごくいいなって思うんですよ。笑いのツボが一緒だったりとか、そうですね、あなたが例えばね2人でお食事行くとしましょう。妄想の話なんですけど、お食事行って美味しそうに食べて美味しいって言ってるあなたを見ていいなってお星様が思っていたりとか、楽しいとか素敵とかって言ってる姿をね見ると、いいなっていう風に思うみたいなね、そんなバッチリな相性っていうのが入ってきています。
大切なものは大切にしておいてっていうメッセージも入ってきますし、絆が強いんじゃないかなって感じます。2人の相性としてはすごくいいですね。バランスも取れています。そうですね。例えばですけど、仮に喧嘩した場合っていうのはお互い引かないよっていうところもあるかもしれないけど、だからこそ相手が冷めるタイミングが待っていたり、ほとぼりが冷めるタイミングですね。喧嘩して意地張っちゃってもすっと次の日に仲直りできるとか、時間を置いて次の日になったらお互い普通になってるとか、そういうタイミングが、ほとぼりが冷めるタイミングが分かっていたりとか、相手の気持ちを見抜くっていうところをお互い分かってるので、何かね、多くのことを語らずとも伝わるものがあるとかっていうのを感じますね。はい、あうんの呼吸っていうところでしょうか。相性バッチリですね。では実際にここで見ていきます。お日様から認知してもらってるんでしょうかっていうところで、相性を見ていった後にここもらっていきます。そして連日申し訳ありません。最近の投稿の動画で言ってるんですが、今自宅周辺工事が始まっていまして、約1ヶ月間この工事の音が撮影に入ってくる可能性があるんですが、音が入っていたら申し訳ありません。かなり大きな音をしています。では見ていきましょう。まずお日様があなたを今認知しているのかどうか、タロットでもらっていきましょう。ペンタクルナイト認知しています。はい、認知していますね。じゃあどんな印象を持っているのか続けてもらっていきましょう。ここね、ちょっとお楽しみにしたいので隠していきます。ここで3枚もらっていきます。はい、どんな印象を持ってくれているのか、すごく真面目な方で長く応援してくださってるんじゃないかなと思います。ペンタクルナイトなので、あなたの方から積極的にメッセージをくれていたり、コメントを送ってくれていたり、控えめなんだけれども、まめにコメント残してくれてるなっていう、その活動っていうのがあるんじゃないかな。すごく目立つとか大きなことしてるわけではないかもしれないけど、毎日コメントを送っていたり、お日様の活動についてなんかいいね押してくれていたりとか、ちゃんとしてるなっていう印象があると思います。あとね、もう少しねもらっていきましょう。はい、どんな印象を持っているのか。そうですね、まずはっきりしている人っていうのが入ってきます。デスのカード、ペンタクル8とソードの7番のカードですね。おしゃれが好きなんじゃないかなっていうのがまず一つ入ってきます。どうでしょうか。おしゃれ好き、何かそうですね、趣味を持たれているあなたが推し活そのものかもしれないし、推し活じゃないところでもメイクが好きとか、お洋服おしゃれするのが好きとか、髪の毛整えてますとかね、お手入れしてますっていうのが伝わってきます。なのでお日様にもそのように映っていると思います。自分磨きを怠らない人っていうのが入ってますし、頑張ってる姿っていうのが映ってるので、自分自身で自分磨き楽しんでるなっていうのもそうだし、何か自分のお仕事だったり推し活そのものかもしれないし、すごくね継続して頑張ってる姿っていうのを見てるよっていうのが入ってくるから、やはり同じようにあなたがコメント応援しているとか、そんな姿をずっとね受け取ってるよっていうのが入ってくるんですよね。あとはそうですね、頑張っている方もいるかもしれませんね。あとデスのカードが入ってきています。これは新しい世界へ向けて一つ今サイクルが終わるところっていうのが入ってくるから、転換期っていうのが入ってくるんですね。お日様から見た印象なので、今までの推し活の中であなたが押し方を変えたりとか、そこまで大きく変えていないと思うんですよ。ペンタクル8とナイトが入ってるので。だけどあなたの中ではとかお日様の中ではちょっと変わったことが起きたんじゃないかな。
例えば長く推し活をしていて、その推し活をしている最中に推し様がファンサイトを立ち上げたとか、この推し様がね事務所から独立して一人でやることになったとか、体制が変わったりとかして新しくファンサイトが立ち上げられたとか、推し様がインスタとか SNS を始めたとかね、そのことにあなたが乗っていった、なんかこう切り替わりっていうのが入ってきます。切り替わるたびにずっと応援し続けてくれるって、自分が独立しても新しいサイトを立ち上げても活躍の場所が変わったとしてもずっとね応援し続けてくれるっていうね、そういうのが伝わってきます。あとすごく誠実な人、なんか頑張り屋さんっていうのが入ってきますね。ここで伝わってくるのが、あと魅力的な人っていうのもやはり入ってきますね。自分磨きを常にやってらっしゃるっていうのが入ってくるから、お日様にね会った時に可愛いねとか綺麗だねとかかっこいいねって言ってもらえるように、常にこう何か技を磨いていたり、例えばお日様がアーティストだとしたら自分も影響されて同じ楽器ギターだったりとかベース練習していたりとか、そういうところを見ているのかもしれないし、なんかこうお日様に影響を受けて始めてることあるんじゃないかなっていうのも入ってくるんですね。あとはっきりしている人っていうのが入ってきます。そうですね、こうデスのカードも入ってるから、お日様に対してなんて言うんだろう、アドバイスというか、ここはこう思いましたみたいな意見を言った時もあるんじゃないんですかね。そんなコメントを送った時もあるんじゃないかな。全部、肯定していないというか、おおむね土台としてはね推し活推し様だから推してるんだけど、ここはこうしてほしいなって思ったよっていうところを思った時は言うよっていうスタンスでいるんです、あなたが。なんかこう推しだから全部こう守るとか擁護するだけではなくて、こここうした方が良かったんじゃないかってなんか1回ぐらい伝えたことがあるんじゃないかなと思うんです。それぐらいはっきりした方っていうのがねお日様の印象として入ってくる。それが悪いっていうわけではないですよ。あなたの意志がしっかりしている人っていうことと、あとやはりこう転換期が入ってくるのでイメージが変わったよっていう風に伝わってくるかな。でもガラッと変わったというよりは、やはり根本的にここのペンタクルは変わらずあるので、あなたの中でなんだろうな、こう推し活環境が変わった、推しに対する気持ちは変わってないんだけど環境が変わったのかな。あなたが引っ越して一人暮らし始めたとか、環境が変わってもずっと変わらず応援してくれてるなとかね。あとはっきりと意見をくれる人、コメントくれる人っていうのが入ってくる。コメントとか応援の仕方が目立つっていうのももちろん入っていますね。ではお日様からのメッセージもらっていきましょう。あとね、目立つっていうのはずっと入っています。目立っていていつも応援してくれてる、コメントくれるとかいいねくれるとか SNS ファンサイトに来てくれるとか会いに来てくれるっていうのはずっと入ってきてるので、欠かさずチェックしてるのかなと思います。はい、まずねお日様からのメッセージもらっていきます。ちょっと一度キャンドル放充させてください。はい、お待たせしました。ではお日様からのメッセージもう少しもらっていきます。はい、マーメイド&ドルフィンのオラクルカードからもお日様から今あなたに伝えたいメッセージをもらっていきます。失礼しました。もう一度切り直していきます。こちらのカードですね。で、あとは、こちらのオラクルカードからももらっていきましょう。今あなたに伝えたいメッセージ。はい、こちらですね。では早速めくっていきましょう。まず布沼カードはマウスのカードです。そしてうさぎのカード、はい、そしてこちらですね、Time to Move On のカードが入ってきています。まず前へ進むとき、前進するときですよ、力強く動きましょうっていうカードと、
あと今あなたの抱えている問題とか悩み、ストレスっていうのは解決の方向へ向かっていきます。それはね、そのお日様のことかもしれないな。お日様の状況で、あなたの状況もしくはお日様の状況、どちらかが負荷がかかっているというか、問題があった場合はそれが解決されるっていうことがお日様が言いたいってことだから、あなたの問題、環境ではなくてお日様かもしれないですね。ちょっとこれね、どっちなのかなっていうことで1枚タロットを出そうと思います。ではこちらですね、このタロットからお日様の今の問題、抱えている悩みとかあるのかなっていうことで1枚もらっていきましょう。お日様、何か今悩んでることありますか？活動面において。こちらですね、ワンドのキングのカード、トップになりたいとかでしょうかね。このお日様の活動をしている中でもっと上を目指していきたい。でも今上に順調に進めていないとか、成績がなかなか思うように上がらない、勝敗とか関わってくるかもしれないですね。スポーツ選手だとしたらね、勝ち負けとかもあるじゃないですか。何か今自分がトップを極めようと思って頑張ってるんだけど思う通りに進んでいかないとか、あとこのお日様自体がトップにいらっしゃる可能性もあるんですよね。今のこの世界ですごく人気があって、この界隈ではトップの位置にいるとか、または今独立して自分で一人でやってるよっていう方もいるかもしれなくて、そこに対しての悩みとか伸び悩みですねっていうのを感じてる可能性もある。ストレスっていうのがあるので、そうだな、自分が上にっていう目標を立てているんだけどなかなかうまく進まない。なんかライブやりますって言ったけど延期になっちゃったとか、体調悪くてキャンセルになっちゃったとかね、そういうことがあったのかもしれない。そこに対して不安に思う気持ちにさせてしまってごめんねっていうことも入ってくるかな。なんかお日様の中で問題としてあったことが解決されて、これから順調に流れていくから、体調かもしれないですしね。体調を崩していたお日様だとしたら、体調を回復してこれから順調に物事が流れていくよっていう風にあなたに伝えたいよって入ってます。これが、前へ進む時っていうカードなので、これから勢いづいていくからねって、心配かけてごめんねっていうことを伝えたいっていう風に入ってきますね。あとこれからなんかコラボとかするんじゃないかなっていうのが入ってきます。案件をもらったりとか CM に出演したり、テーマソングが決まったりとか、どこかとのコラボ PR が決まるとかっていう可能性があるんですよね。会場が決まるとか、なんかグッズが発売されるとかかな。その発表を待っていてほしいなっていうのもね、伝えたいよっていう風に入ってきます。はい、ということで、これが今お日様から伝えたいメッセージ。物事が今これから加速していく、動き出していくから、停滞していたものが動き出すってことですね。だからね、心配しないでねっていうのが伝わってきます。ではお選びいただいたオラクルカード、こちらからメッセージをもらっていきましょう。フォーギブネス、これは許しのカードです。何かを許すっていうことなんですけど、これはどうでしょうか。あなた自身のことなのかもしれないし、お日様に対して何か思うことがある方もいるのかもしれないですよね。でもそこに対してね、ごめんね、大丈夫だよ、もう大丈夫だからねってことを伝えたいっていうことと、あとこのカードのメッセージそのものっていうのが、先に進む準備ができましたっていうメッセージなんです。はい、だから許して手放してくださいって、何か今までもやもや抱えていたものがあったとしたら、それを手放す時がやってきました。そして前に進む時が今やってきてるんですっていうことなんですよね。まさに今この時、今から始まっていくよ、流れが変わるっていうのが入ってきました。なのでこれからのお日様の活躍に乞うご期待とも言えるし、あなたとお日様の間であなたの中でなんか違うぞっていう風に意見したことに関して、そこは改善されていくだろうし、心配かけてごめんね、回復するよっていうメッセージかもしれません。こちらもお受け取りください。今回は推しシリーズ
あなたとの相性、そしてお日様はあなたを認知してくれてるのかどうか、そしてどんな印象を持っているのか、そして最後にお日様からのメッセージをお届けしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはお日様シリーズです。お日様とあなたとの相性、そしてお日様はあなたを認知してくれているのかどうか、認知していた場合、あなたに対してどんな印象を抱いているのか、そしてまだ認知していないよという結果になった場合はどうすれば見てもらえるのかなというアドバイスをもらっていきます。そして最後にお日様が今あなたに伝えたいこと、メッセージをお伝えしていきます。ではタロットカードからまず相性をもらっていきます。2人の相性ですね。もしお友達になった場合とか想像してください。リアルで会った場合どんな印象を抱くのかなっていう2人の相性ですね。見ていきます。はい、まずあなたの方ですね。カップのページ、そしてお日様です。ワンドのページです。はい、そしてデスのカードとペンタクル2番のカードが入っています。この4枚で相性を見ていきます。いいですね。そのね、気が合うんじゃないかなと思います。あとどうでしょうね。違う、なんて言うんでしょう、性格が全く違うっていうところもあるかもしれない。だからこそ刺激的っていうのがお互いね感じるんじゃないかなと思うんですね。それはあるかなと思います。違うからこそ楽しいとか、喧嘩が多いけど、もしね友達とかリアルな関係になった場合に喧嘩が多いけどでもどこか憎めないとかね、なんか甘えちゃう、ついつい甘えちゃうんだよねとかね、喧嘩してもすぐ仲直りしちゃうとか、なんかね刺激的な関係性っていうのが入ってきます。これはこれで一緒にいて楽しい、なんか憎みきれないっていうのが入ってきます。楽しさの方が勝っちゃうんじゃないかなと思うし、その学生時代に戻ったかのような楽しい関係性っていうのが入ってきます。なんかねそういう風に入ってきますね。このお互いの実年齢がどうこうとかではなくて、一緒にいるとなんかね学生のようなノリというか、そういう風に入ってくるんですよね。そういえば青春時代こんなね異性関係の友達いたなとかね、そういうお付き合いになるっていうのがね入ってきますね。すごくなんかこうときめくような、ドキドキするような、ワクワクするような関係性、落ち着いてはいないです、正直。はい、2人とも落ち着いていなくて賑やかっていうのが入ってきますね。そしてあとはですね、一緒にいるとなんかね強力な力になるっていうのが入ってきます。2人で乗り越えていけることがある。1人だったら乗り越えられなかったけど2人一緒にいたから乗り越えることができたとか、協力し合ったからこそ何かをクリアできたとか、2人がいるとバランスがいいとかっていうのも入ってくるから、場の収まりが良くなるとかね、そういうのもあるのかなと思いました。はっきり言って2人とも陽キャです。陽キャ揃い、の感じなので、陽キャと陽キャが集まってクラス全体が明るくなるような、そんなイメージで入ってきますね。そして周りのことを持ち上げたりとか明るくさせる力をお互い持ってるので、積極性もありますしね。だからといって似た者同士ではないんですよ。陽キャは陽キャなんだけど、またちょっとタイプが違うというかね、そんな感じです。もっと分かりやすく細かく言いましょうか。まずあなたの方が、カップのページさんなのでアイディアマンなんですよね。ユニークさがある、ちょっと変わってるて面白くて、そしてモテる人っていうのが入ってきて陽キャですね。明るい人で、このお日様の方が、熱血感がある、ユニークさで言ったらあなたの方が勝ってるんだけど、活発さとか動きとか笑い声の大きさとか
あなたがニコニコ笑ったり穏やかに笑うのに対してこのお日様大声で笑うようなタイプ、今こう分けて言うんだったら同じ陽キャでも活発的なのかユニークなのかによってちょっと変わってくる。同じことを答えとして言った時も、はっきりとすぐ即答するタイプで明るくて底抜けにっていうタイプと、あなたの方がちょっと変わった答え方をして、面白い答え方をして周りを笑わせるようなタイプみたいな感じで、陽キャは陽キャなんだけど少しタイプが違うっていうのがありますね。では実際にねここでもらっていきます。このようなお二人の相性を見ていったところで、なんかこう二人相棒感がありますね。バディ感っていうんですか。二人一緒に並ぶとクラス全体が強くなるみたいな、本当に学生感がするんですよね。例えばそうですね、その体育祭とか文化祭とかで2人がタッグ組むとチームの士気が上がるとかっていうのが入ってきます。ではお日様から実際に認知してもらってるのかどうかタロットで見ていきます。今認知してもらってるんでしょうかどうか。ペンタクル10認知してますね。同じコミュニティの中にいるよっていうのが入ってくるので、お日様のファンクラブにあなたが加入していて積極的に発言をされていたりとかするんじゃないかなと思うんですね。このお日様のファンクラブというかこう集う場所っていうのが規模がね大きいとか小さいとかそれぞれあるかもしれないけど、特に目立つんじゃないかな。そして長くからずっといるっていうのがあるから、ずっと長いこと応援してるんじゃないかっていうのもねあります。認識されてるということで、じゃあどんな印象を持っているのかっていうのをもらってきます。お日様から見たあなたです。なんかこう家族ぐるみで応援しているよとか、友達とかみんなで応援しているよっていうのも入ってくるし、あとファンダムですね。推し活していてファンとの交流を持ってるんじゃないかなっていうのも伝わってきます。あなたがね。あとそのアットホームな関係っていうのも入ってくるので、このお日様の SNS だったりとかお日様そのものの活動者としてのねお日様そのものが、アットホームな感じがする。ファンを大切にしていたりとか距離感近いんじゃないかなとも思います。はい、では見ていきましょう。はい、ではまずね見ていきます。まず冒険ねアドベンチャーのカードが入ってるのと、ソードのページ、ペンタクル5、ワンドのクイーンが入っています。魅力的な人ですねはい、鮮やかで魅力的な人っていうのが入っています。申し訳ありません。確かに落ち着いていないよっていうのは入ってくるんです。賑やかな人っていうね印象を持っていますね。そうですね、穏やかでニコニコしていて平和的な人というよりはもう少し刺激的な感じっていうのが入ってきます。このカードも鮮やかですよね。冒険のカードなのでワクワクすることがあなた自身好きだったりとか、楽しいことにすぐ飛びついたりとか、そう動きがねすごくいいな、見ていて楽しいなって思ったりとか、あなたの推し活 SNS を見ていて元気もらえるなって思ったりとか、癒しをあなたからもらうというよりは元気をもらうっていうところですね。そして変わった視点っていうのがあるから、やっぱりここの相性のとこと同じですよね。少しね同じ陽キャでもタイプが違うというか違う視点を持ってるっていうのが入ってるから、そういう見方もあるんだねっていうことで刺激し合えるような関係性、相性なんですよ。だからあなたの投稿を見ていてもそうなんだ、そういう見方があったんだとか、そういう意見があったんだ、これ取り入れようとかこれちょっとアイディア盗むかとか、そういうところもあるかもしれないですね。インスパイアされるところがあるっていうことです。あなたの活動を見ていて。であとあなたっていう人どういう風に映ってるかなって言ったら、すごく目立つんじゃないかなっていうのがまず一つ入ってくるのと、やっぱり刺激的な人っていうのが入ってくるんですよね。コメントになんかパンチ効いてるっていうのが入ってくるんですよ。あなたとしてはそういうつもりでコメントしてるわけじゃないかもしれないけど、面白いコメントくれるなとか変わったコメントくれるな、それが逆に楽しい、面白いとか、この人面白いっていう風に入ってくるっていうのがあります。
なんかね、着目点が刺激的っていうのがあるから、着眼点っていうところに何かこう魅力を感じてるのかもしれません。あと、あなたがあなたらしくいられるから、オープンであるから、特に着飾ったりとかもせずに、そのまま率直な感想をコメントしていたりとか、いいねと思ったらいいねしたりとか、見ているところが周りと違うところ、ついているところも時々あったりとかして、なので目立つっていうのが入ってきますね。鮮やかで目立って、魅力的な人っていうのが単純に入ってきます。で、ペンタクル5番が入ってるので、このお日様のなんかミスをカバーしてくれるとか守ってくれるっていうのが入ってくるんですね。全面的に応援していて、例えばお日様が、例えばですよ、矢面に立った時に一緒に周りを囲ってくれるぐらい頼もしい、ガードしてくれるような方っていうのが入ってきます。どうでしょう。今までお日様が何かピンチな時があったんじゃないかな。その時にあなたが応援っていう形でね、お日様を守っていたんじゃないかなっていうのも入ってきます。ちょっとやらかしちゃったよっていう時でも、あなたはずっと応援してくれたんじゃないかなっていうのが入ってきます。では、お日様からのメッセージをもらっていきましょう。お日様があなたに伝えたいことです。まずルノルマンカードから1枚、そしてマーメイド&ドルフィンのオラクルカードからも1枚メッセージをもらっていきます。今、お日様があなたに伝えたいことです。そしてオラクルカードもう1枚もらって、合計3枚で見ていきます。あとはこちらのカードですね。はい、見ていきますね。では、まずルノルマン太陽です。そしてマーメイド&ドルフィンのカード、こちらはですね、助けてくれてる人、いつも支えになってくれてる人、やっぱりこのお日様の、コミュニティとか、そのものがアットホーム感っていうのがあるので、グループ活動されている方なのかもしれないですね。周りにたくさん人がいるよって入ってくるんです。それはすごく距離感の近い関係性だから、お日様がソロで活動していたとしたら、ファンとの距離が近かったりとか、お日様のファンとの接し方がまるでみんな仲良くやろうよっていうスタンスだったりするのかもしれない。あとはグループ活動をしている方かもしれませんね。なんかペンタクルの点から感じるのはそのように感じました。なんかアットホームな感じがするっていうこと。そしてこの助けてくれるっていうね、メッセージと、コンパスですねのカードが入ってきています。まずこれからこのお日様の目標とか、これから明確にされること、計画、今度いついつどこどこに出演しますとか、それがとっても大きなことですね。成功を表す太陽のカードが入ってるから、これからお日様が活躍していきます。もっと有名になったりとか、もっと知名度が上がったりとか、人気者になっていくし、お日様が目標にしていたものが達成されます。例えば、ワールドツアー行きたいんです、それを目標にしていますっていうことを公言していたら、それが実現化されていくっていうのが出ているし、またはこういう目標を持ってますっていうのがこれからお日様の口から聞かされると思う。目標成功っていうカードが入ってますから、これからの活動指針についてこうしていこうと思うとか、それがすごく明るいことです。はい、これがすごく伝えたいこと。そして感謝ですね。ここね、いつも助けてくれてありがとうっていうことです。あなたがいつもそばにいてくれたから、だからみんながいつもそばにいてくれたから、だから自分は成功をつかむことができたし、これから自分が活動していく指針になったし、いつも支えてくれるから、自分がブレそうになった時もいつも明るく照らしてくれたから、そういうメッセージがお日様からのメッセージとして伝わってきます。あなたに伝えたい。いつも支えてくれてありがとうって。い
つも明るく照らしてくれてありがとうって。そしてお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。Change your tune。今物事を変えていく時ですっていうメッセージですね。物事が少しずつ変わっていく時です。それは明るい未来になっていくでしょう。その過程をあなたは今感じ取る時なのかもしれません。お日様と一緒にね、変わっていくんだよっていうことですね。お日様が何か変化を迎えるのかもしれないなって。そしてあとあなたとの関係性もより良いものになっていく、距離がもっと近づくとか、例えばね、コメント読み上げてもらえるとか、なんかあなたにとっては距離が縮まったんじゃないかって思える嬉しいようなことがこれからあると思うんですよね。なんだろうな、ライブのチケットが当たってそれがすごく近い席だとか、あとお日様の活躍がもう間近で見られるとか、撮影現場に行けるとか、あとはお日様が活動しているところがテレビで中継されてみんなに知れ渡っていくのがすごく自慢で嬉しいとかね、そういうことかもしれないし、お日様のサイン入りグッズが当たるとか、そんな意味で嬉しいことが起きるのかもしれないです。これから少しずつね、いい方向に変わっていくから、それはずっとね、あなたが支えてくれたから、だからこの変化を一緒に感じていきましょうっていうお日様からのメッセージでした。今回は推しシリーズ、お日様とあなたとの相性、そしてお日様から認知してもらってるのかどうか、どんな印象なのか、最後にお日様からのメッセージをお届けしてきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。推しシリーズいかがだったでしょうか。だいたい1ヶ月に1回ぐらいのペースで推しシリーズとして投稿していますので、今推し活しているよっていう方はぜひまた来月のリーディングをお楽しみにしてください。はい、前回ね、お日様SNS 見てるかどうかとか、そういうところをリーディングしていったと思うんですけど、今回はね、認知してもらってるかどうかって、どんな印象を持ってるのかなっていうところを見ていった、そしてお日様との相性も見ていったので、楽しい内容になったんじゃないかなと思っています。はい、ということで今回はプチ3択占いを行っていきましょう。今回はね、お日様のこれからの活動について今回選択肢ごとにやっていなかったので、今ここでプチ3択占いでやっていきます。お日様近未来どんな活動何かあるかなってことで、はい、ここから3枚もらっています。今ここでお好きなものをお選びください。選択肢と関係ありません。左、真ん中、右でお好きなもの1枚お選びください。はい、じゃあお選びいただいている時に少し浄化しましょう。はい、では早速今回は左から見ていきましょう。左をお選びいただいた方、お日様の近未来の様子です。蝶々、復活、再生、幸運です。美しく羽ばたいていく姿が描かれていますね。行き詰まっていたお日様だとしたら、復活再生っていうのがあるので回復していくでしょう。体調かもしれないし、活動そのものかもしれません。あと幸運も表しているので、お日様にとってラッキーチャンスが巡ってくるのではないかと思います。それはお日様が停滞している時でもずっと頑張って努力していた姿が今ようやく花開く時というふうに読むこともできます。なんかね、ずっと頑張ってきたんじゃないかなっていうのが感じられますね。では次、真ん中をお選びいただいた方です。雷のカードですね。変化です。衝撃、そして雷っていうのは神様が鳴くって書いて雷と書かれています。何かね、衝撃が走るようなこと、それはお日様の活動が大きく変わることがあるかもしれません。この衝撃っていうのが良い風に働いていくのか、それとも活動しようと思っていたのに途中で急遽ね、
延期になってしまうとかストップがかかるようなことになるのかもしれないし、まだわからないけど衝撃が走るような大ニュース、重大ニュース、重大発表かもしれないし、まだわかんないんですが、今とは違う変化っていうのが訪れるっていうのがありますね。これは避けようのないものです。神様の声なので、このお日様の避けようのない運命的なこと、出来事だと思いますね。どうしようもない、どうだろう、これがすごくね、いい変化としてもうこうトレンドとかに乗るようなことなのかもしれないし、期待していたね、楽しみにしていたライブが急遽中止になっちゃって、残念っていうふうに思っちゃうようなことかもしれない。何かこう変化と衝撃っていうのが入ってきます。そして右をお選びいただいた方です。太陽のカードです。明るいですね。情熱、パワー、創造とあります。新しい何かを生み出すのかもしれません。あと成功ですね。チャレンジしたことが成功するとか、新しい取り組みが成功する、お日様が生き生きと輝けるようなチャンスが巡ってくるなど、この近未来の動き好調でしょう。いいですね。それぞれお日様の近未来の活動の様子について、今回プチサンタク占い出していきました。今回の推し活シリーズお楽しみいただけたでしょうか。もしよろしかったらコメントや高評価などぜひよろしくお願いします。なかなかコメントについてお返事できていないんですが、いつも目を通させていただいています。いつもありがとうございます。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回もお会いしましょう。